どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆでなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、前回に引き続き、空白の100年です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピースを読む楽しみが損なわれると感じる方や、コミックス派の人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずは前回の動画から見てほしいのですが、前回の動画では2年前に考えたイム様考察シリーズがグリム童話眠れる森の美女で話の筋が通りました。それは1年前考えたようにイム様の悪魔の実の能力は最強種水の能力者であり、大気中の水分をコントロールし、900年前に全世界を凍結させてコールドスリープ人工冬眠、つまり眠りを実現して空白の100年を生み出したと考えました。この考察がもしも正しいなら、イム様はなぜ空白の100年を生み出したのでしょうか？過去にイム様はハンコックやアルビダ、そしてプリンと表裏一体だと考え、2年前から考えてきたように、イム様のモチーフは童話の世界の魔女のようなキャラクターだと考えます。イム様をイメージさせるハンコック、アルビダ、プリン、この3人に共通するのは恋愛です。コメント欄、吉典酒井さんも言われていたように、イム様は900年前、例えば誰かに振られてしまい、その怒りや悲しみ、嫉妬、憎悪が引き金となり、世界を氷漬けにした。そんな可能性もあるでしょう。これはマリージョアと表裏一体になるであろう魚人島からもわかるかもしれません。イム様と表裏一体となる人物はもう一人います。それが白星です。白星はデッケンに惚れられてしまい、デッケンをタイプじゃないと振っていました。振られたデッケンはその腹いせに白星を攻撃し、白星は10年間広角島に閉じこもることになりました。つまりこの逆、イム様は誰かに振られて全世界を100年間雪で閉じ込めて冬眠させた可能性です。これはイム様のヒントキャラ、元天竜人ドフラミンゴの鳥かごにも似ているでしょう。コメント欄で教えてもらいましたが、それはまるでスノーボールアース現象、全地球凍結です。地球は数十億万年前から何度か氷河期を迎えていますが、スノーボールアース現象とは全世界が凍結したという仮説です。この仮説通りなら、ウィキペディア情報ですが、全世界が凍結した場合、凍結しない地域は深海と火山周辺の地熱地帯だと言います。そんな地熱地帯、火山地帯がある場所とは、魚人島、ワノ国、ジャヤ、アラバスタ、この4つの地域が凍結を免れるであろう火山地帯です。まず魚人島とワノ国には海底火山がありました。そして月の民シャンディアが住んでいたジャヤでクリケットはノックアップストリームについて229話で解説していましたが、そのノックアップストリームの仕組みは地熱でした。つまりジャヤ周辺も海底火山がある地熱地帯なのでしょう。さらに156話では海面から湯気が出ており、アラバスタの近くに海底火山があると言われていました。魚人島、ワノ国、ジャヤ、アラバスタの4つの国はすぐには凍結せず、空白の100年の期間で活動できた可能性があります。そしてこの4つの国に共通しているものが地熱地帯ともう一つ、ポーネグリフ。地熱地帯である魚人島、ワノ国、ジャヤ、アラバスタにはポーネグリフが残されていました。これは何かが繋がってきたかもしれません。つまり凍結しなかった魚人たちの国、魚人島、光月家の国、ワノ国、月の民、シャンディアの国、ジャヤの黄金都市、シャンドラ、ネフェルタリ家の砂の国、アラバスタ、さらにこの4つの国に加えて、常に海を移動しており、標高も高いゾウのモコモコ王国も火山地帯へ移動すれば凍結を免れそうです。また、リトルガーデンにも火山がありましたが、リトルガーデンには誰も住んでいなかったので、こちらは関係ないかもしれません。以上、5つの国は空白の100年において唯一凍結せずに活動できた人々でしょうから、全世界の凍結を解除するためにイム様と戦っていた可能性があるでしょう。この全世界の凍結というぶっ飛んだ可能性のヒントはウォーターセブンにあるかもしれません。水の都と呼ばれたウォーターセブンで登場したアイスバーグの名前はそのままアイスバーグ、氷山という意味であり、アイスバーグはティラノサウルスというネズミを飼っていました。つまりアイスバーグが表すイメージは氷河期でしょう。恐竜ティラノサウルスは氷河期によって絶滅し、ネズミだけが生き残って哺乳類、人間の時代になりました。そんなアイスバーグの弟弟子がフランキーです。フランキーの本名はカティ・フラム。フラムとはおそらく境界線フラム号のイメージでしょう。境界線フラム号とは最強の極地探検船と呼ばれ、北極で3年間氷に閉じ込められても帰還した船です。つまりフランキーは
氷の海でも突き詰めるようにサニー号を改造するかもしれません。なぜなら、イム様が世界を凍らせた可能性があるなら、最終決戦でも同じようなことが起きると考えられるからです。それは頂上戦争とリンクするでしょう。まず、頂上戦争では白ひげが津波を起こしていました。これは最終決戦でも津波が起きそうです。なぜなら、神話で大洪水が起きても生き残ったというノアの箱舟がワンピースの世界にも存在するからです。そんな最終決戦のイメージは、世界政府に喧嘩を売りに行ったルフィたちとロケットマンがプルトンのイメージでしょうか。その後ろにいる船を引いているキングブルのソドムとゴモラが箱舟ノアを引く海洋類のイメージにつながりそうです。この時のフランキー一家のマークは赤い星でしたが、最終決戦では白い星、白星が海洋類を操りそうです。さらに頂上戦争ではクザンがその津波を凍らせていましたから、やはり最終決戦でも海が凍りそうです。この時凍った海で移動できそうなのがウォーターセブンです。アイスバーグはウォーターセブンを津波から守るために島そのものを浮かせようと設計図を書いていました。これが完成しているなら、ウォーターセブンは島型の船になり、最終決戦では位置的にも拠点となりそうです。そしてアイスバーグとは氷山という意味ですから、それは SF に登場する空想上の船、氷山空母となり得るかもしれません。これはツイッター、アドラメルクさんとのやりとりで思いつきました。氷山空母とは、氷山を軍艦に変える、いわば人工島、軍艦島ですが、世界が凍りつけば、ウォーターセブンの水も凍って、氷山のようになり、その島が動くなら、それはまさに氷山空母でしょう。そして、氷河期といえば、クザンの技、アイスエイジです。クザンは海を凍らせていましたし、さらに巨人サウロも凍らせていました。それはマリージョアの凍った麦わら帽子につながりそうです。つまりイム様が惚れていた人物とは巨大な麦わら帽子の人物なのかもしれません。小田先生は恋愛は描かないと公言していますが、それは恋愛過程を省いているだけで恋愛がないわけではありません。こちらの2年前の動画ではさらにイム様のヒントキャラとしてビオラも考えました。椅子に座る女王には恋愛のイメージがあります。実はビオラとドフラミンゴには大人の恋愛関係にあったことが83巻 SBS で明かされています。そこには深い裏設定があり、妄想してみてくださいと言っていました。ここで一旦まとめましょう。空白の100年のモチーフは前回の動画でグリム童話眠れる森の美女の眠りの魔法であると考え、それは全世界を凍結したスノーボールアース現象のような氷河期を100年間実現したと考えました。そしてルフィに孫悟空のイメージがあるなら、イム様にはフリーザのイメージがある。フリーザーとは冷凍庫です。それはポケモンで言えばゴーカザル VS フリーザー。そんな氷河期をイム様が生み出した理由は、もしかしたら恋愛が関係しているかもしれません。眠れる森の美女も白雪姫も王子のキスで目を覚ましますが、ここまでイム様と表裏一体だと考えたハンコックやプリンにはキスのイメージもあります。ハンコックの技は投げキッスであり、プリンはおそらくサンジにキスをしてサンジの記憶を消していました。そして白星にもキスのイメージがあります。なぜなら白星はビッグキスの人魚です。魚のキスと口づけのキス。イム様のストーリーには恋愛やキスの話があるかもしれません。なぜならワンピース1話のタイトルはロマンスドーン、冒険の夜明け。ロマンスには冒険という意味の他にも男女間の恋愛や事件という意味もあります。そして76話のサンジ曰く恋はいつもハリケーン。76話ではナミは魔女と呼ばれており、76話のタイトルは寝るです。